おはようございます。ケンです。今日はテスラの2月の1ヶ月、これを振り返りながら、今テスラがどこに向かっているのか、これを整理していきたいと思います。2月のテスラはかなり情報量の多い1ヶ月でした。株価は一時400ドルを割り込みました。中国では販売鈍化の兆しも見えています。さらにロボタクシーの責任者が退社するというニュースもありました。こうして並べると少し不安に感じる方もいるかもしれません。しかしその裏では全く違う動きも起きています。サイバーキャブが実際に生産ラインから完成しました。FSD はヨーロッパや中東へと広がり始めています。さらにメガパックは AI データセンター向けの電力インフラとして拡大しています。つまり今、テスラは大きな転換点にいます。EV メーカーとしての会社から AI とエネルギー、そしてモビリティのインフラ企業へと姿を変えようとしているんです。今日はこの2月のニュースを整理しながら、テスラが今どこにいるのか、そしてこれから何を証明しなければいけないのか、この2つを分析していきたいと思います。まずは株価の話から見ていきましょう。2月のテスラ株はおよそ400ドルから430ドルのレンジで推移しました。大きく崩れたわけでもなく、かといって強い上昇トレンドが出ているわけでもありません。一方で今年の株式市場は AI 銘柄が非常に強い動きを見せています。NVIDIA のような企業は強い決算を出し、株価も大きく上昇しました。その中でテスラはAI 企業と言われながらも株価はそこまで伸びていません。ここで一つの疑問が出てきます。なぜテスラは AI 企業として評価されないのか。答えは比較的シンプルです。市場が今テスラに対して求めているのは期待ではなく証明だからです。サイバーキャブはまだ商用化されていません。オプティマスもまだ量産段階に入ってはいません。FST の収益もまだ決算の数字として大きく見えているわけではありません。つまり市場はストーリーではなく数字を見たい段階に入っているわけです。この期待から証明へという流れが今のレンジ相場につながっている可能性があります。では次にテスラが今どんな会社になろうとしているのか、ここを見ていきましょう。まだ多くの人はテスラを EV メーカーだと思っています。もちろんそれは間違いではありません。しかし僕の YouTube をご覧になってもらっている方はすでにテスラは違う企業になっていると思います。テスラは太陽光パネルを作っています。家庭用蓄電池のパワーウォールを作っています。大型蓄電システムのメガパックも展開しています。さらに4680バッテリーを自社で開発しています。これは一見すると別の事業に見えますが、共通点があります。それはすべてエネルギーインフラということです。テスラは単に車を売る会社ではなく、エネルギーを生み、蓄え、使う仕組みそのものを作ろうとしている会社なんです。つまりエネルギーインフラ企業と言えるでしょう。そしてそのエネルギーの上で動くのが AI です。テスラは今このようにエネルギーインフラ企業になっているんです。この視点を持っている方とそうでない方ではテスラは全く違うものになります。そしてここで次に重要になってくるのがサイバーキャブです。2月にはテキサスのギガファクトリーでサイバーキャブが実際に生産ラインから完成しました。これは非常に重要なニュースです。なぜならサイバーキャブはコンセプトではなくって実際の製造フェーズに入ったということを意味するからです。さらにイーロン・マスクさんはサイバーキャブを3万ドル以下で一般販売する可能性にも言及しています。もしこれが実現すれば完全自動運転を前提とした車が現在のモデル3に近い価格帯で手に入るということになります。ここで名前の役割が変わります。これまで車は人が運転する乗り物でした。しかしサイバーキャブは違います。AI が運転する移動サービスの端末です。ハンドルもペダルもありません。つまりテスラは人が運転する車を進化させるのではなくって自動運転が前提の世界を設計しているわけです。そしてこの流れっていうのは都市インフラの話にもつながっていきます。ボーリングカンパニーはナッシュビルで空港とダウンタウンを結ぶ地下トンネル構想を進めています。このトンネルの中を走るのは
テスラ車両です。さらに将来的には FSD で走る可能性もあります。ここで重要なのは車単体の話ではないという点です。地下トンネルというインフラ、そこを走るテスラ車両、そしてそれを動かす FSD、この3つが組み合わさると都市の移動システムそのものになるんです。つまりテスラは今、車を売る会社っていうよりも都市のモビリティインフラに入り始めている会社、こうなりつつあるんです。では次に FSD を見ていきましょう。2月は FSD に関しても重要なニュースがいくつかありました。まず FSD の累計走行距離が80億マイルを突破しました。自動運転において最も価値があるのは派手なデモ映像ではありません。実際の走行データです。車が走る、データが集まる、AI が学習する、そしてソフトウェアが改善をしていく。このループが回り続けているということが自動運転の最大の強みになるんです。さらに FSD は北米だけではなく世界に広がり始めています。ヨーロッパでは承認の可能性が出てきました。中東の UAE では公道テストも始まっています。当然日本でも今テスト中です。つまり FSD は地域限定の技術からグローバルな技術へと進化し始めているんです。もう実際に韓国では FSD が始まっています。オーストラリアでも FSD は始まっています。このように徐々に FSD が実装されている国っていうのも増えているっていうのが現状なんです。そしてもう一つ重要なのがエネルギー事業です。2月にはメガパックが AI データセンター向けに拡大しているというニュースもありました。AI が普及すると計算能力が必要になってきます。そして計算能力が増えるほど電力需要も増えます。つまり AI 時代っていうのは電力の時代でもあるんです。テスラは EV だけではなく発電と蓄電のビジネスも持っています。メガパックのような大型蓄電システムは AI インフラの一部になっていく可能性があります。ここまでを見るとテスラは AI 企業であり同時に電力インフラ企業でもあると言えるかもしれません。では最後に2月のテスラをまとめていきましょう。2月のニュースを整理すると一つの大きな流れが見えてきます。テスラは EV メーカーから AI とエネルギー、そしてモビリティのインフラ企業へと進化し始めているんです。サイバーキャブは自動運転前提の移動端末です。FSD は世界に広がり始めています。メガバックは AI 時代の電力インフラになりつつあります。しかしその一方で市場はテスラに対して証明を求め始めているんです。ロボタクシーは何台走るのか、オプティマスは何台出荷されるのか、メガパックはどこまで積み上がるのか、これからのテスラ株を見る上で重要なのはこれらの数字なんです。つまり今のテスラっていうのは期待の企業から証明の企業へと移行する途中にあるんです。この構造を理解しておくと短期のニュースに振り回されにくくなっていくと思います。はい、ということで皆さんはテスラをどんな会社だと思いますか？EV メーカーでしょうか？それとも AI とインフラの会社でしょうか？ぜひコメントで皆さんの考えも聞かせていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。本日は月間まとめですので、テスラのアンケートの月単位の結果、これを見ていきたいと思います。それで、申し訳ないんですけれども、2月の頭にこれをするのをうっかり忘れていました。本当に申し訳ありません。1月をやったんですけど、1月の結果ね、これをね、見ていきたいと思います。12月31日の終値が 454.84 ドルでした。そして1月の終値が 434.65 ドルとなっていて、1月は下がるが正解となっていたんです。そして1月の頭に行ったアンケートでは577票いただいております。ありがとうございます。結果ですけれども、上がると答えられた方が一番多くて 70% だったんですけれども、結果は下がるでしたので 22% の方が正解となっております。そして次にコメントをしてくれた方の結果をね、見ていきたいと思うんですけれども、
コメントなんですが AW139MK2 さんのみが正解となっておりまして、これまで連続正解だった方が残念ながらここで間違ってしまっております。なので今現在は AW139MK2 さんだけが1月連続正解となっております。そして先月忘れていたんですけれども、今月からまた改めてやりたいと思いますので、ぜひ皆さん参加の方よろしくお願いいたします。こちらも週のまとめと同じように4ヶ月連続正解された方には今は社内で使えるカークリーナー、こちらプレゼントしていますので、ぜひ皆さん参加されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらおうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。